YouTube をめっちゃ久しぶりな感じがして、緊張するんですよね。その1個前の動画で、いろいろ3つ大事なこと言ったんですけど、ちょっと見てほしいんですけど、それを。これからは、YouTube やっていくにってなって、なんですかね。これからは正規青葉として、いろんな SNS とか、YouTube やりたいなって思ってるんで、正規青葉としての YouTube をぜひ、これから見てくれたらいいなと思います。1個前の動画で、めっちゃみんないいコメントとかくれて、あと DM とかもすごいくれて、Twitter のリップとかも飛ばしてくれて、めちゃくちゃ嬉しかったです。はい。いろんなことに手を出していくチャレンジ、生活をこういう感じで YouTube で流してるんですけど、人生とかね、をそのままYouTube に載せたいなと思って始めたんですけど、すごいDM も来て、応援してくれてるんで、メンションとかもいっぱいしてくれて、とても嬉しいです。はい。人って、ごめん、唾飛んだ。人って、もっと人に無関心かなとか、興味ないとか、自分がそこのプロフィールまで飛んでとか、自分の時間を削って何かをするまで、人間ってあんま至らないなってずっと思ってたんですけど、僕は。俺の発表したことについていろいろ自分からそこまで飛んでくれたり、プロフィールとかさ、SNS とか。もっと俺は人に関心がないのが人間だと思ってたから、今まで仲良くしてくれた人とか、ちょっとしか関わったことがない人とか、地元の社長さんとか、どっかのオーナーさんとか、LINE とかね、それこそ、友達だから LINE 持ってんだけど、LINE とかね、送ってくれたり、いや、ほんまと思って、お前興味あんのと思って。すごく嬉しかったですね。俺があまりにも人は人に興味がないっていうのを思いすぎてるせいか、すごくやっぱ来た時はそういうメッセージとか、やっぱ嬉しいなって思いましたね。これが人の温かみなんだっていうのがすごく感じれて、まだ人間は捨てたものではないなっていう思います。まだ AI に侵略されないかなみたいな。人のあったかさっていうのは AI には作れないじゃないですか。だからそういうのを、やっぱ人間の良さ、ハートフルな部分をすごく感じましたね。ありがとうございます。皆さん。直接DM とか、直接面と向かってありがとうとかいうのは僕ちょっと無理、ちょっと無理なので、はい、これ画面越しで言いますけど、ありがとうございました。はい。そうですね。そんな感じですね。アイスコーヒー、ドエル。大学。そういえばなんですけど、大事なこと3つ言いますとか言って、結構DM で、アンチとか来ましたね。お前、そんなことするんだとか、お前、そんな器でかくないでしょとか、あとね、いやもちろん言われたんですけど、DM で結構来るんですけど、僕の場合、アンチとか誹謗中傷っていうのがね。やっぱ来ましたよ。3つもガーンって言うとさ、やっぱ、来るよね。ミスドでホットドッグ買いました。やっぱ、そういう文句とか、そういうのは来るじゃないですか、やっぱり。それ分かっていたんですけど、やっぱ案の定来たっていうね、感じですね。やっぱお前はその事務所に入るほどではないとか、そういういろんなこと言われたんですけど、俺的には、頑張ってきた、僕がアポを取ってるっていうか、一緒にやってくれてる方に、失礼じゃないみたいな、めっちゃ思って。取引先とかさ、やってもらう側にめっちゃ失礼じゃねみたいな、そのアンチって。いいんですよ。後から気づいてくれれば。そういうコメントが来たのは、ちょっと悔しいですね。ほんで、エクステ取ったんですよ。
だいぶ言うの遅いんですけど、エクステも取って、はい。全部取りました。友達に、このエクステをつけてたら、エクステ良くないエクステ良くないよって言われて、まあ僕エクステついてる自分は好きだったんですけど、スピチュアル的な友達に、エクステ風水的に良くないみたいな言われたんで、外しましたね。なんかアンチとかが来た時は、なんかそこに染まってほしくないとか、何々みたいにならないでほしいとか、アンチではないかもね。願望とか、思いが多分強いんですよね。それめっちゃ俺嬉しいことだから、誹謗中傷とは思ってないんですよ。アンチとかも思ってないけど、結構強気なコメントっていうの。アンチじゃないけど。まあ注意じゃないですけど、まあ見てくれてる人がちょっと苦手なタイプと同じとこに属してほしくないみたいなことですよね、多分。まあまあわかります、めちゃくちゃ。言ってることも。で、それってまあ願望じゃないですか。まあでも僕のしたいことはそれなので、みたいな。難しいですよね、そのバランスみたいな。まあそこまで俺はみんなに寄り添おうともしてません。はい。うん。なんかそっからもう端から端まで全部なんか、期待に沿うことはできないんですけど。まあその意見ってめっちゃ大事だと思うんで、一回、持ち帰ります。そういう DM も来ますよっていう報告もやっぱりしたかったので、前回の動画を全部コメントとかね、見て、DM とか見てね。結構もうどうにもならない気持ちがありましたね。なんかエモいってよく使うやん、みんな。なんかエモ散らかすみたいな。よく聞くんですけど、まあ前の動画を出して次の日ぐらいが一番エモかったですね。朝9時とか、晴天なのに、で、友達が横にいたんですけど、なんか一番エモいな、みたいな。これがエモいか、みたいな、思ってて。なんかどうにもならない、置き換えれない気持ちになりましたね。最近、意味がわかんないところに、これイボなんですけど、意味わかんないところにやっぱニキビとかできて、一個前の動画のサムネなんて、ここすごい赤いニキビができてるんですけど、なんか最近ニキビができるようになって、ほんまみたいな。食生活も普通だし、睡眠時間も全然取れてるんですけど、閉じてるんですけど、そんななんかトイレ行った後に洗わずに顔面触るとかないからさ、汚いこともしてないし、なんか精神的にじゃないわ。なんか疲れてんのかなみたいな思って。で、意味わかんないところに最近ニキビができだして、それもちょっと悩みなんですよね。めっちゃ嫌なんだけど、と思って。だから、ちゃんと栄養あるものを食べようかなっていうのを最近思いました。で、ホットドッグです。最悪ですけど。あ、思い出しました。最近ね、なんか、購入品みたいなさ、ちょっと見てほしいのがあって、最近買ったんですよね。インスタのハイライトになんか作りたいなと思ってるものがあって、牧草っていう、タイトル名は、僕が作りたいものっていう題名で、ちょっとやらせていただこうかなと思うんですけど、デジカメ買いましたデジカメ買って、しかもここに Wi-Fi とか書いてたり、すごいおもろいんですよね。これはコダックっていうカメラ、デジカメで、結構高かったんですけど、まあ、僕が作りたいものなんで、牧草。はい。だから、まあ買ってもいいかな、みたいな。これで撮った動画を、ちょっと最後、エンディングの時に貼るんで見てください。なんかやっぱり、写真に収めることって、めっちゃ大事だなって最近思ってきて。なんか人間って忘れちゃうじゃないですか。結局、同じこと何回も言っても、同じ告知何回もしても、みたいな。結局、自分の手元にあるか、写真で見返すとか、そういうことしないと、人間って忘れちゃうんですよ。悲しいことにね。どんだけ嬉しいこと、楽しいこと、悲しいことでも、よっぽどじゃない限り、忘れちゃうじゃないですか。
じゃあその時の瞬間みたいなのを収めて、牧草っていうタイトルで、カメラだけで撮ったハイライトをちょっと作ろうかなと思ってまして。それをインスタとかに載せれたら嬉しいなっていう感じです。まあ、そっからなんかアイデアが湧いたり、俺被写体としてこのカメラで撮られて、みたいな。写真を使って何かやりたいな、みたいな。めっちゃ思ってて。出かけるたびにデジカメ持って、まあ、いろんなものを撮っていこうかなって思ってます。リピートアフターミー。牧草。これはもう俺が勝手に名前つけたんですけど、牧草ってね。僕が作りたいものっていう。出先とかで、何かしらのエッセンスをもらって、まあ、豊かな人生にしようかな、みたいな。思ってるんで、はい。まあ、いろんなインスピレーションあると思うんで、その街中に出るとね。まあ、それを写真で収めたり、動画で収めたり、できたらいいなっていう牧草で、思います。だからもちろん、僕も撮る側になりますし、撮られる側にもなります、みたいな。以上です。見てくれてありがとうございました。まあこれからもいろんなものに触れて、まあ人としてみたいな、何か残せる人間になればいいなっていう、思いますね。とても。そういう報告でした。以上。